ドゲーム業界でのそのメーカーさんっていうのはやっぱりまずメーカーさんがいて物を作ってくれないと始まらない本当に大事な存在だと思うんですけど、私がそのボードゲームを始めたのは5、6年前ぐらいになると思うんですけど、その頃はその日本のメーカーさんも輸入品を扱うところが多くて、海外のゲームをたくさん出してくださる印象だったんですけども、ここ2、3年くらいでその日本のボードゲームデザイナーさんの作品をメーカーさんが出すっていうケースがすごい増えてきてるんじゃないかなっていうのが、変わったところの印象ですね。このお店、はい、私今日実は初めて伺ったんですけど、こんな感じなんですね。そうなんですよ。はい、うち、ちょっと驚かれたんじゃないですか、段ボールが多いとか。段ボールがいっぱいあってびっくりしました。うち今小売だけでなくて、その代理店、輸入代理店だとか問屋だとか、メーカーとしてやってることもすごく業務として多いんで、ここでほとんどをやってるんで、どうしてもこういう感じになっちゃって。私ネオ御徒町系って呼んでるんですけど御徒町系ってこういう感じなんですか？御徒町とか上野のアメ横って普通の方もお買い物できますっていうのを歌ってる問屋さんとかあるじゃないですか。ありますね。そうです。なので感じでなるほど。問屋だけど普通のお客様も大歓迎しますよっていうふうに自分に言い聞かせて。私もともとネットショップを始めたんですけど、そのネットショップがじゃあそもそもなんで始めたかっていうと、私ずっとそのゲーム会をやってたんですよね。その時はお店に勤めてたんで、その週末が休めなかったんですよ。それで平日にじゃあ同じように考えてるゲーム好きがいるんじゃないかっていうのでゲーム会をやり始めて、いつでも買えるいつでも遊べるものを用意したんですけど、やっぱり時々ちょっとマニアックな海外から直接買わないと遊べないようなものなんかをちょっと紹介してたりして遊んでたんですよね。そしたら結構皆さんがやっぱり欲しいっていう方がいて、でそれをじゃあまとめて輸入していろいろ皆さんにその欲しいっていう方にシェアしてたんですけど、そのうちこれってすごく自分の好きなものを紹介するっていうのはすごく楽しいなっていうので。ネットショップを始めて、でおかげさまでそのネットショップがすごく皆さんに喜んでいただいたんで、じゃあ実際のお店をやろうかっていうのでえいやっていう感じで実店舗を作られた。10days ゲームズさんの店長の田中誠さんっていう方はそのボードゲーム業界の中でもかなりキーマンというか、もうすごく有名な方で、私もボードゲームを始めた最初の方で10days TV っていうチャンネルでいろいろ新作を紹介してくださったり、エッセンでの注目作品をピックアップしてくださったりしてたんですけど、もうそれを見てどういうボードゲームがこれから出るのかとかっていうのを勉強させてもらった、本当に昔から知っている有名な方っていう印象ですね。比率としてはどんな感じなんですか？その小売店さんとしてと。今だいたい小売が 25% くらいで、代理店、メーカーとしてが 75% くらいですね。そんなに結構変わってるんですね。そうです。そうなんですか。でもこれ結構意識しているところもあって、私はやっぱりそのゲーム歴も長いですし、そのゲーム界も長くやってたんで、やっぱり知り合いもすごく多くて、で昔はいろんなそのブログにせよ、その当時だとミクシーにせよいろいろ情報発信もしてたんですけど、でやっぱり私がその情報を発信しようと思うとやっぱり結構強い情報が発信できちゃうと思うんですよ。でも私がその問屋とかメーカーを始めた時に地方のお店屋さんとかにもやっぱり頑張ってほしかったんで、できるだけうちはそんなに前に出ずに他のお店屋さんがその頑張って売りたい商品、うちの商品であればそれは嬉しいですけどをその頑張っただけ売れるような形にしたいなと思って、なので結構やっぱりその
メーカーとしてすごくうちは比率が大きいんですけど、やっぱり今おっしゃったみたいに意外とそこはそういうイメージのない方も多いみたいです。そうですね。その10年間の中で変わった点ってありますか？いくつか大きい変わったなって実感できることがあって、まずはやっぱり遊ぶ人がすごく増えたんで、最初はそもそも日本語版自体を作れなかったわけですよ。リスクの方が高すぎて。ですよね。で今うちが出してる日本語版ってファミリーゲームも多いですけど、その一方で結構やっぱりコアユーザー向けのものも多いと思うんですけど、うちのビジネスのやり方って1万個とか5万個を売りたいっていうことではなくて、当然それがすごく羨ましいなと思うこともあるんですけど、日本語版を作りましたっていう最小のロット1000とか2000とかが計算できればうちとしてはありじゃないかって思ってるんですよね。でそれがやっぱりできるようになったのが大きいですよね。田中間さん自身も実際に初めてお話ししてみて、なんかそのイメージ通りの方ではあったんですけども、常に自分のお店のことだけじゃなくてゲームマーケットのこともそうですし、業界全体がどういうふうにこれから動いていくのか、じゃあ自分はその中で何をしていったらいいかなっていうのを考えられていて、やっぱり前を向いて走り続けてらっしゃるんだなっていうのをすごく胸を打たれましたね。メイクゲームズさんの立ち上げのきっかけみたいなものって何だったんですか？僕ボードゲームにプレイするのにハマって、で本当にデジタルゲームを作る、仕事はしてたんですけど、でアナログゲームって遊んでると作りたくなるじゃないですか。なると思うんですけど、でなんかゲームマーケットっていうのがあるらしいっていうのを噂で聞き、で申し込んで、その2ヶ月後ぐらいがゲームマーケットみたいな状況で、じゃあ作るにはどうしたらいいかみたいなのをそこから調べ始めるんですけど、同人ボードゲーム界隈みたいなのをよく知らずに作り始めたので、なんかみんなどのぐらいの数量作るとかもよく知らなかったんですよ。で、トランプを印刷する会社みたいなのにいろいろ見積もりしてたら、何個ぐらい作るのかなみたいなのも見当つかなくて、でその人とその見積もりしてくれる人とやり取りしてたら、1000個ぐらい作るとこも結構あるよみたいなことを言うんですよ。そんぐらい作るもんなのみたいな風になって、でもそのぐらい確かに作んないとコストが高すぎるってなって、で何十万とかかっちゃうんで Amazon とか、お店とかで売れたらいいなと思ったんですよね。バーコードをつけなきゃいけないから法人を作んなきゃと思ってできたのがオインクゲームズなんですよね。じゃあもう逆算的に売るために、必要なことは何かってやってたら法人化っていうところにたどり着いた。そうですね、っていうのが、オインクゲームズ設立、会社として設立するきっかけみたいなことですかね。で最初、オインクゲームズ自体を作ろうと思ったのは単に作ってみたいと思ったからやろうとしてつけたみたいな感じです。じゃあその時はまだお一人で立ち上げて。そうですそうです。オインクゲームズさんはそのボードゲーム業界で新しい価値観をいろいろ作ってきた方たちだなと私は思っていて、小箱のシリーズであったりとか、
自分たちでデザインするところから出版するところまで全部一貫して運営されているところですとか、例えば10年前ぐらいはそれってどうなのってもしかしたら言われてたかもしれないようなことを、次々と普通の状態にもう業界の中でされてきてるっていうところが、オインクさんが作ってきた価値なんじゃないかなと思っていて、そこは本当に素晴らしいなと思っています。それで試作作って、でオインクさんといえば小箱の、なんていうんですか、パッケージが同じサイズで整っているそのブランディングになっていくと思うんですけど、その2作目を出されたのはどういう感じの経緯だったんですか？1作目に「ストレイシーフ」っていう作品を作って出したんですよ。でそしたらそれがすごく叩かれてみんなに結構頑張って作ったんですけど、終わってみたらこれはゲームじゃないとか、全然ゲーム分かってないやつが見た目だけ頑張って出したみたいなことを言われたりとか、高えとかすごいツイッターでめっちゃ言われちゃって、もうそこまで言うかみたいな気持ちになって。いやー、色がいいですね鮮やかで。小箱のサイズになったのは、藪の中っていう2個目に作ったやつが、これもすごい叩かれるんですけど、でも結構売れたんですよ。最初それ500個吸ったら、その500個が何ヶ月かでなくなって、また500個すろうと思って作ったら、またそれも結構早く売れたんですよね。で、じゃあもっと思い切ってたくさんすろうと思って、でその時にもうちょっとちゃんと箱のサイズから考えて作ろうと思ったんですよね。そのデザインも見直して、でその時にその藪の中っていうゲームにぴったりなサイズみたいな感じで設計したのが今のサイズの箱なんですよ。だからそんなに後々まで使うサイズと思って作ってなくて、その藪の中がぴったり入るサイズで作ったんですよね。もともと私はデザイナーであり代表の佐々木さんのすごくファンで、インタビューも何度か読ませていただいたりしてるんですけども、その佐々木さんがよくおっしゃっているのが、自分の好きなものを作ってそれが結果的に人に受け入れられているっておっしゃっていて、それってやっぱり誰でも真似ができることではないので、それを実行し続けてるっていうのはすごいなと思いますね。ちょっと時期飛ぶんですけど、海外展開もエッセンに出展されたりとかしてますけど、それは変化があったんですか？それはその 2作目に作った「藪の中」っていうゲームが、海外のムーンスターゲームズっていう会社が海外で出したいっていう契約の話になって、それはフランスの会社なんですけど、でそこと契約してフランスで出たりしたんですよね。その後の小早川っていう作品とかも海外から契約したいみたいな話があったりして、そこで話していく中で日本で出てるものからはいろいろ変えたい部分があるっていう話が来るわけですよ。でも結構僕は、その箱のサイズもこだわって作ってるし、見た目も結構頑張って考えて作っているので、そんなにおいそれと変えてほしくはないなみたいな気持ちがあったんですよ。その最初に藪の中が海外で出る時にエッセンに初めて行ったんですけど、その時にいろんなそのボードゲームショップとかを見に行って、僕のゲームを持って行っていろいろ見せたりしたんですけど、これは小さすぎるねとかよく言われるんですよ。本当にそうじゃないと売れないのかみたいな気持ちが結構出てきて、っていうのはやっぱ自分のゲームを海外で出すとそうやって変えられてしまうので、ずっとそのモヤモヤが解消されないじゃないですか。一回自分で海外でも売ってみて、本当に売れないのか試してからやっぱダメだったっつって箱をでかくするなら納得できるなと思ったんですよね。なので自社で海外展開してみようみたいなのがあったり。そうなんですね。はい、そんな感じです。はい。
ゲームマーケットは国内で年2回開催されているお祭りのようなイベントで、メーカーさんももちろん出展しますし、あとはボードゲームカフェ、あとはデザイナー本人が小さいブースを出してお客さんと直接やり取りする、そういう場でもあって、本当にお祭りのようにみんな盛り上がるイベントなんですけども、私がその最初に出した2013年頃はボードゲームデザイナーのブースだけで見ても200ちょっとぐらいだったと思うんですね。その2018年になって500人を超えるディーラーさんが参加していて、1000近いタイトルがその国内で一気に出るっていうことで、本当にこんなに新しいゲームが出てくるイベントって、他にないんじゃないかなと思っていて。ゲームマーケットはどうですか？ずっとやっぱ出されてて、はい、特にウェンクさんはゲームマの中でも一番やっぱりブースも大きくて注目され続けてる存在だと思うんですけど、鈴木さんから見てゲームマは大好きですね、基本的に。はい。近年結構その思いがむしろ強まってる感じがしますね。最初はっていうかしばらく叩かれてたんで、クソゲームマーみたいに思ってましたけど、やっぱエッセンとかジェンコンとか海外のショーも見に行くと、やっぱゲームマーほどなんていうか、そのクリエイター作る人に寄り添った大規模なイベントって多分ほぼないですし、なんかそのゲームを作ろうとしてる人たちがあそこにあんだけ集まってるみたいな場がなんていうんですかね、もう聖域みたいな感じっていうか、もう神聖な場所みたいな。カオスなのか聖域なのかみたいな。もうすごくいいなと思いますね。いやすごいと思います、やっぱ。感動しますもん、なんかもう最近。はい。いやもうこんなに作る人いるんだみたいな気持ちになって。はい。お店を出す前からゲームマーケットに出店はしてるんですけど、でもやっぱりその時と比べたらもう随分お客様の数も違えば雰囲気も違いますし、私のそのスタンスもだいぶ変わってきたなっていうのがもう最近はすごくあるので。実際その買いに来られるお客さんで、こういうふうに変わったなとかって具体的にありますか？やっぱりゲームマーケット、私が最初に行き始めた頃ってやっぱり輸入のゲームと、いわゆる同人ゲームと、あとはその中古がイメージとしては全部均一だった気がするんですよね。3分の1、3分の1、3分の1ぐらいだったと思うんですけど、今やっぱりメインとなるのが、同人ゲームないし、そのスモールパブリッシャーから出てる小規模出版のゲームがやっぱり結構メインというか表に出てくるような形になってきたのはすごく実感としてありますし、でもその一方でうちとしては前は結構ゲームマーケットの売り上げっていうのが結構大事だったんですよ、うちとしてもその仕事として考えたら。でももうそこの関わり方も最近変わってきて、おかげさまでもううちとしてはゲームマーケットの売り上げっていうのをそこまで計算しなくてもやっていけるようになったんで。うちの立ち位置もだいぶ変わってきたんで、今考えてるのはやっぱり来たお客様が当然そのゲームを買う楽しむだけでなくて、もっとゲームマーケットのイベントを楽しめるようなことができたら、うちはメーカーとしてはいいのかなっていうような感じで変わってきてますよね。アークライトさんはもう日本のボードゲーム業界でも欠かせないやっぱりゲームマーケットですとか海外の輸入品もやってますし、今はもう日本のデザイナーのゲームもたくさん出されていて、本当に欠かせない存在だと思うんですけども、私自身もともとアークライトの制作の方に関わらせていただいたりとか、社員の方も数人お知り合いがいたりとか本当にお世話になっていて、この業界にとって本当に大切な会社を率いているのはどんな社長さんなのかなというふうに思っていたんですけども、福本社長に実際お会いしてみて、すごくこの業界に愛情を持たれているんだなっていうのと、あと人とのつながりや縁をすごく大切にされてるんだなっていうのが伝わってきて、
こういう方がこの重要なアークライトという会社を率いているんだなというふうにすごく、印象に残ってます。ですね。ゲームの卸売のところに一番大きなアマゾンだったりするんですけども、こちらが国内ボードゲーム、いわゆるスイッチゲームですね。作ってるんです。こちらが出版事業部でして、本がいっぱい。ロープレインゲームを出版していると。海外から。まず私はいきなりアークライトを設立したわけじゃなくて、大学を卒業した後にですね、ホビージャパンという会社に新卒で入社いたしまして、ちょうどその時っていうのはホビージャパンさんがまだウォーシミュレーションゲームという、ゲームをちょうど出版されている時でして、私はそのタイミングでホビージャパンさんにまず社員として入社させていただきました。でその後約10年間営業職として例えばロールプレインゲームの出版であるとか、あとカードゲームであるとか、もちろんいろんなイベントもそうなんですけどもいろいろやらせていただいた後に、その10年後に辞めまして、で当時今はもうなくなってるんですけど、ネットゲームっていうカテゴリーがあったんですね。それは郵便を使ったゲームなんですけども、いわゆるプレイバイメールっていうカテゴリー、もう今インターネットができたらなくなっちゃったんですけども、それをやってる遊園隊っていう会社が相模大野っていうところにあったんですけども、私はそこに転職して、でその後その遊園隊の中でデジタルゲームですねを作る部門を立ち上げて、でその遊園隊の新規事業部門を分社してアークライトを設立という流れになるんですね。ゲームマーケットのきっかけというか、どうして始めることになったものですか？ゲームマーケットに関して言うと、アークライトが始めたイベントじゃないんですね。ご存知かと思いますけども、これはあくまで草場さんという、業界の、レジェンドがいらっしゃるわけなんですけども、草場さんが、やはり非常に熱心にボードゲームを日本に広げていきたいというふうにお考えになる中で、コミックに関してコミックマーケットがあるじゃないですか。やはりすごく人が集まるイベントがあって、やはりそういうものがあるから同人業界って賑わってるよねと。であればボードゲームもじゃあそういうコミックマーケットみたいなの作ればいいじゃないということで、本当にボランティア集めて始められたのがゲームマーケットでして、ある程度私どもこういうボードゲームを作る、あるいはボードゲームのビジネスをやる中で、やっぱり無視できないというか、むしろやっぱりどう考えたってゲームマーケットというものが有用だろうという中で、ゲームマーケットを運営している中にちょっとずつ参画させていただくみたいな形になりまして、ある程度実は規模が大きくなった時に、逆に草場さんたちボランティアでもう運営することはできない規模になってしまったんですね。でその時に、私どもがいろんなイベントを、ゲームマーケットの前にもゲーム関係のイベントをずっと長年やってたっていう実績がありましたので、アークライトがやればみたいな形で、譲っていただいたっていう形になったりするんですね。私どもゲームマーケットがそのボードゲームの市場の、言ってみると大きくするためのエンジンであるというふうに思ってまして、でゲームマーケットが回を重ねるごとにどんどん大きくなっていく、もちろん来場者数もどんどん増えていく風にしなきゃいけないと思ってるんですね。ですから構想としてはですね、ご存知の通り前回の秋が、来場者数が2万人ぐらいだったと思うんですけども、当面の目標としてはそれを5万人にしたい、というふうに思ってます。簡単ではない一層人には来ません。5万人はすごいですね。でじゃあなぜ5万人なのかっていうことでいくと、私どもとちょっと似てちょっと違う隣の業界で、いわゆるホビーのフィギュアとか模型の業界があって、その業界に、ワンダーフェスティバルっていう大きなイベントが、そうですね、ワンフェスがありまして、それがだいたい4万数千人、1日のイベントなので、すごいんですけどもの来場者数でして、ある意味業界が違うのも、趣味の世界でそういう5万人近くっていうのは行ける世界なんだなと。だからまずそのワンダーフェスティバルと同じぐらいの規模っていうのはもう目指したいなっていうのがありますね。
会社で最近よく売れてるゲームっていう形でたまたま持ってきたんですけども、今まで実はあんまり高額な商品っていうのは当然ながら売りづらかったんですね。値段としては6000円から7000円ぐらいっていうのはちょっと上限値みたいな感じがありまして、やっぱりみんな趣味に使うお金って当然限りがあるじゃないですか。だからやはり主力となるものっていうのはこういうちっちゃなパッケージ、1個2000円台ぐらいのものが、ボリュームゾーンとして一番大きくて、なかなか例えばサイズとか1万超えるっていうものは売りづらかったんですね。ところが去年ぐらいからこういう大型の商品が結構売れるようになってきまして、でサイズって値段も1万超えて高いですし、中にフィギュアがいっぱい入ってて、実に中身もリッチな内容であったりするんですけども、当然私どもとしてはまだまだこういうものが数が売れるという認識がなかったんですね。そうですよね。このフィギュアがまた、そうですね、いっぱいすごいですね、ちゃんと色がついてて。そうですね。だから正直言ってそんなに最初は作らなかったんですけども、ちょっと私どもでもびっくりするぐらいいっぱいその後の再生産で売ることができまして、結構ボードゲームのマーケットがユーザーの発想が広がってきたのかなという感じがしてきています。だから安いだけじゃなくて中身が面白いと思えば少々高いものでも買うお客さんがちょっと増えてきたという感じだと思います。私どもとしては去年一番売り上げが大きかったのは多分このサイズですし、あと多分ここにはちょっとサンプルないですけども、一番熱狂的に迎えられた一つはテラフォーミングマース。数がもうずっとコンスタントに入れてるっていうのはもちろんこういう手軽に買える小箱もので、特に顕著なのが日本人のクリエイターが作ったゲームがここ1年2年は顕著に出てますね。だからラブレターはもちろんそうなんですけども、タイムボムでありますとか赤ずきんだとか、数に関して言うともちろん上がり下がりあるんですけども、おしなべで一番売れる、タイトルっていうか、ブランドになってますね。そうなんですね。はい。クトゥルのこれ一人で遊べるゲームなんですけど、やっぱり非常によく売れてまして、クトゥルはすごく日本でやはり人気のあるキャラクターっていうか人気のあるテーマですね。やっぱり小箱が多いですね。そうですね。やっぱりそれはもう明快で、同人で物を作るとなかなかでっかいコンポーネントリッチなものはそもそも作れないですよね。いや、すごいバリエーションがいっぱいですね。そうですね。だけど最近は同人のメーカーさんなのに最初から凄まじいコンポーネントを作って売れられるところが増えてきているので、一概にはいないですけど。なんかそのゲームデザイナーさんの日本の方の価値といいますか、なんか人気が変わってきたら、すごいゲームマーケットでのそのブースの意味合いもちょっと変わってくるだろうなっていうふうに、今本当売り子のようにデザイナーさんがスッといたりしますけど、分業化進むかもしれませんね。もっともっともう少しファンとの交流の場として機能したりとかっていう面が大きくなりそうな気がします。いわゆる販売ブースと体験私有宅があるじゃないですか。あれって商売でいくと効率は良くないんですけども、あれが一番の売りだと思ってるんですね。自分たちが作ったものをその場でお客さんに体験していただける私有宅があるっていう、あれがやっぱり非常に言ってみるとボードゲームのカルチャーを伸ばしてきた要因だと思ってるので、私有宅なくして販売宅でみたいなした方が商売として絶対に効率は良くなりますよね。だけどそれじゃあボードゲームをやってる意味がない。やっぱりその3社とも全然違うスタイルで事業を展開されているっていうのが印象としてあって、
でやっぱり皆さんこれからもそのボードゲーム業界はまだまだ伸びていくっていうふうに考えてらっしゃると思うんですけども、その中でその会社の色を大切にしながら、これから自分たちはじゃあ何をやっていったらいいかっていうのを考えてらっしゃったので、そこはすごく刺激になったし、お伺いできてよかったなと思ったところですね。戦略っていうことでいくと、何をやっていこうかと思ってるかということでいきますと、マーケットが広がってきてますので、さらに広げるっていうことをまず当然やります。ですからゲームマーケットをより大きくする、よりこのボードゲームを知ってもらうための活動をするっていうのがまずあって、その中で当然マーケットに合ったと思える商品を、合うと思う商品をどんどん作っていくということですね。まずそれがまず基本です。でそれをやりながら、次の戦略として今考えているのは、日本の、ゲームのコンテンツをやはり海外に売っていくということを始めたいなというふうに思っています。はい、やはり大きくなってきたといえども、やはり日本のボードゲームのマーケットってやっぱ残念ながら非常にまだ小さいですね。多分売上規模で見たときにはどうでしょうね、60億とか70億あるかっていうぐらいの規模だと思いますので、これはマーケットサイズは非常に残念ながらまだちっちゃいわけなんですね。だからそれをもちろん大きくしなきゃいけないんですけども、海外に目を移すと、やはり海外のボードゲームのマーケットが格段に大きいわけなんですよ。次のステップとしては、その日本で生まれたコンテンツをどんどん海外に僕たちが直接売っていくと。そうですね、売り上げは単純に伸びていて、それはありがたいなと思ってる。ボードゲームファンとしてもたくさんの作品が日本語版も出るし、たくさん手に入るようになったので、それは多分売れるからローカライズされるんだと思うんで、それもめちゃ嬉しいですね。ただ売る側、経営的な視点で言うと、ボードゲームを買う買わないとか、それが流行る流行らないにかかわらず、オインクゲームズっていうもののファンが増えるといいなと思っていて、そのボードゲームがこの後、どうなるか分かんないですけど、ブームが下火になったりしても生き延びていけるかなみたいな気持ちはあって、なんかあんまりそこに便乗して何かを作っていくみたいなよりは、やり方を変えずに淡々と作っていくのが大事なのかなみたいな気持ちではいますね。だからそうですね、そこにあんまり乗らないようにと言ったらあれですけど、私がずっとダンスミュージックが好きで、20代の頃とかで、その時よく言われてたのが、日本の渋谷でレコードを買う環境がやっぱり世界一だっていうふうに言われてる時代があったんですよね。リップサービスかもしれないですけど、海外からその大物のミュージシャンなり DJ の方が来た時に、その渋谷にレコードを買いに行くっていうケースがすごく多かったんですよ。世界で数百枚しかプレイされてないようなレコードも渋谷ならあるみたいなことが言われてる時代だったんですよね。私はそれがすごく自分のその趣味としての原体験であったんで、それに近いことをやりたいなっていうのはずっとあって、なのでやっぱりその海外でこれが出た、これが話題になってるっていう時に、やっぱりそれを日本のファンの方に届けて、同じその盛り上がりだとか、日本はそのボードゲームまだ遊ぶ人は少ないけど、ボードゲームを自分が遊ぶっていうことで言えばすごく恵まれてるなっていうふうに思ってほしくて、でそれでやっぱり実際にビジネスとして考えるとスケジュールもタイトですし、とはいえマーケットが広がったとはいえ、やっぱり海外でもまだ情報しか出てないような実際に遊んだことがやっぱりないわけです。同時に発売するってことは。それがやっぱりその話題だけで売れるっていうのはなかなか難しいんですけど、でもやっぱりそれをやらないとなかなか日本が海外のマーケットに近づくのは難しいんじゃないかなというか、それになってそれを皆さんに喜んでもらえたら嬉しいなっていうので、すごく意識してやってます。